みんな、ヤッホーなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は、カザブルマの国、オランダについて見ていくのだ。ねえねえ、みんな、僕たちが普段食べてるオレンジ色の人参、あるでしょう？実はあれ、オランダの王家を称えるために、特別に品種改良された色なんだって知ってたのだ。昔は紫色とか白色が普通だったらしいのだ。びっくりなのだ。そんなオランダの最新ニュースを今日は全部で5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュース。ポッドキャスト、ロシアのドローン、酔っ払ってんなら帰ればんなのだ。今年は政治家たちの誰とは組みたくない発言が飛び交うスーパーサタデー。外務大臣がロシア大使にドローン問題で問い詰めるデンジャラスな展開。しかも過激な高齢者グループがなんと市長さんを爆破しようと企んだ疑いまで出てきたのだ。酔っ払いドローンどころじゃない。一体何が起こってるんだって感じなのだ。この動画が面白いなと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いするのだ。さあみんなも一緒にオランダのディープな世界を見ていくのだ。皆さんこんにちは。今日はヨーロッパの北西部に位置する魅力あふれる国オランダをご紹介するのだ。国土の多くが海面より低い低地で水との共存が生活の基盤になっている国なのだ。首都は美しい運河で有名なアムステルダム。政治の中心はハーグなのだ。その歴史は古く17世紀には海洋貿易で黄金時代を築き世界に大きな影響を与えたのだ。現在は国王を元首とする立憲君主制を採用しているのだよ。人口はおよそ1700万人と決して大国ではないけれどとっても活力に満ち溢れているのだ。文化としてはカザブルマやチューリップ、器物が有名だけどゴッホやフェルメールといった巨匠を生んだ芸術の国でもあるのだ。自転車は国民の足として広く利用されていて、その利用率は世界トップクラスなのだ。主要産業はチーズや花の生産に代表される高度な農業技術、そして物流やハイテク産業が盛んなのだ。特に環境に優しい持続可能な社会を目指すサステナビリティや水管理技術は世界中から注目を集めているのだよ。スタートアップも活発で常に新しいことに挑戦している国なのだ。自由と多様性を重んじる開放的な国民性がこの国の大きな魅力なのだ。一つ目のニュースなのだ。21年越しにレイプ犯逮捕。しかし被害者には遅すぎたという記事なのだ。ねえ、聞いてほしいのだ。オランダでとっても長い間未解決だった事件がついに解決したのだ。なんと21年前に起こったレイプ事件の犯人がこの度逮捕されたのだ。逮捕されたのはスウィンドレクトに住む61歳の男性なのだ。彼が捕まったのは2004年5月に H エンドリク、イドー、アンバーハトで当時65歳だった女性を襲った事件が原因なのだ。犯人は女性の自宅に無理やり押し入って寝室でひどいことをしたそうなんだ。事件当時警察は犯人の特徴や現場に残された証拠を持っていたけど残念ながら犯人の特定には至らず事件はずっと未解決のままだったのだ。でも警察は諦めなかったのだ。ロッテルダムの未解決事件犯がオランダの法医学研究所 NFI に依頼して DNA 血縁鑑定という特別な技術を使ったのだ。この DNA 血縁鑑定は警察が2012年から特にひどい暴力事件、つまり今回のような性的暴力を含む事件にだけ使用できるとても重要な捜査方法なのだ。その鑑定が大きな突破口になったのだ。DNA のマッチングが見つかってさらに詳しい DNA 検査を行った結果、ついに犯人が特定され逮捕に至ったのだ。事件を担当した刑事さんは地元の放送局に被害者の方にとってはまさしく悪夢だったに違いありません。これほど長い年月が経っても容疑者を見つけるために私たちは全力を尽くしてきましたと話しているのだ。ただ
とても悲しいお知らせもあるのだ。被害者の方ですが、この事件の解決を見る前にすでに亡くなってしまっているのだ。警察は被害者の方のご親族にこの逮捕の事実を伝えたそうなんだ。逮捕された男性はこれから2週間の間勾留されることになっているのだ。21年もの長い時間が経ってからの逮捕だけど、警察が諦めずに捜査を続けた結果だと思うと本当にすごいことなのだ。被害者の方のご冥福を祈りつつ、このような事件が少しでも減ってほしいと願うのだ。2つ目のニュースなのだ。イスラエルが出場ならオランダもユーロビジョンをボイコットへという記事なのだ。オランダはもしイスラエルがユーロビジョン歌唱コンテストに参加するなら来年の大会には出場しない可能性を発表したのだ。オランダの公共放送局アブロトロスが金曜日にプレスリリースで明らかにしたのだ。アブロトロスによると、ユーロビジョンはもともと深い分裂と戦争の後、人々を一つにするために1956年に設立されたのだ。でも、ガザで続いている深刻な人道被害を考えると、今の状況ではイスラエルの参加を正当化できないと強調しているのだ。さらに、報道の自由が深刻に侵害されていることや、独立した国際的な報道が意図的に排除されていること、多くのジャーナリストが犠牲になっていることにも深い懸念を示しているのだ。アブロトロスは、最近のユーロビジョンでイスラエル政府がイベントを政治的な道具として利用した明確な証拠があるとも言っているのだ。実際、イスラエルの歌手ユガル・ラファエルは国民投票で非常に多くの票を集めて2位になったのだ。オランダを含む13カ国で視聴者がイスラエルに最高の12点を与えたのだ。イスラエルは自国の出場者に投票するよう国民に促すオンラインキャンペーンをいくつかの国で展開したのだ。オランダではイスラエル大使館のソーシャルメディア投稿でユガル・ラファエルがオランダ語で投票を呼びかけたり、一人で20回まで投票できることを知らせたりしていたのだ。もし欧州放送連合 EBU がイスラエルを認めないと決定すれば、アブロトロスは来年の大会に喜んで参加するつもりなのだ。この決定が下されるまでは、準備は予定通り続けるそうだよ。ユーロビジョンのディレクターであるマーティン・グリーンさんは、今週初めの声明で、組織が中東で続く紛争に関する懸念と強い意見を理解していると述べたのだ。彼は、EBU の全メンバーと、ユーロビジョンの参加と地政学的な緊張をどう管理するかについて協議している最中なのだ、と語ったのだ。各放送局は、来年のウィーンでのイベントに参加するかどうかを12月中旬までに確認する必要があるのだ。3つ目のニュースなのだ。ポッドキャスト、ロシアのドローン、酔っ払ってんなら帰ればん、という記事なのだ。ポッドキャスト、帰れ、ロシアのドローン、酔っ払い目、2025年9月12日号なのだ。いつもなら9月の盛り上がりは財務省火曜日なのだ。でも今年は、オランダの政治家たちが誰とは連立を組みたくないか、ステージで表明した、スーパーサタデー、に全部持っていかれちゃったのだ。外務大臣は、ロシアのドローン19機がどうしてポーランド領空に入ったのか、ロシア大使に問い詰めたのだ。その一方で、VVD 党はイスラエルへの制裁について、急に方針を変えたのだ。それから、過激な高齢者グループが、NATO サミットとレーワル電子帳を爆破しようと企んだ疑いで告発されたのだ。恐ろしいのだ。サッカーでは、フィテッセ、アーネムが、急ごしらえのチームなのに NSC が夢見るような見事なカムバックを果たしたのだ。遅いキックオフに向けて準備万端なのだ。今週の大きな騒動は、レリスタッド駅が歴史的建造物に指定されて大論争になったことなのだ。ニュースでは、VVD 党首エシルギョズさんが、世論調査で支持率が下がっても戦い続けると力強く誓ったのだ。ブレケルマンスさんは、CL、プブド A との連立の可能性についてちょっと後退したのだ。CDA 党首ボンテンバルさんは品位と成熟した政府を約束したのだ。最新の世論調査では
CDA がブローンリンクス、ブブド A をわずかに上回ったのだ。そして、オランダの戦闘機がポーランド上空でロシアのドローンを撃墜したのだ。オランダは、イスラエルの不法入植地からの製品をボイコットする方針なのだ。死傷、主権のある市民たちが、市長爆破計画の共謀で裁判にかけられ、5人が拘留されたのだ。また、合法的な大麻農場をめぐって、近隣住民が大騒ぎしているのだ。スポーツでは、フィテッセ、アーネムが法廷での復活劇の後、シーズンチケットを1万枚も売っちゃったのだ。メンフィス選手はリトアニア戦で新記録を打ち立てたけど、オランダ代表は少し物足りない感じだったのだ。東京で開催される世界陸上には、過去最大のオランダチームが参加する予定なのだ。4つ目のニュースなのだ。RIVM、新たなコロナワクチン接種を開始へ、という記事なのだ。みんな、オランダの RIVM、国立公衆衛生環境研究所が、新型コロナウイルスの追加接種をまた始める準備をしているのだ。呼吸器系の病気が増える季節が近づいてきて、7月からコロナの感染者数が少しずつ増えているからなのだ。でも、そんなに心配するほどではないみたいだけど、RIVM は高リスクな人たち、例えば医療で働く人や60歳以上の人は、インビテーションが来たらブースター接種を受けることをお勧めしているのだ。接種キャンペーンは9月15日から12月5日まで続く予定なのだ。18歳から49歳の人で、インフルエンザの予防接種を受けられるような人は、コロナの症状が大体軽度だから、今後は招待されないことになるのだ。でも、もし体の弱い人を介護している場合は、ちゃんと接種を受けられるから安心してほしいのだ。今回のワクチンは、最近流行している新しい変異株にも効果があるのだ。RIVM によると、今のところオランダで広がっている新しい変異株が、前のオミクロン株より危険だという証拠はないそうだから、そこは大丈夫なのだ。5つ目のニュースなのだ。画期的なオランダのがん治療、製薬会社が普及を阻むという記事なのだ。オランダでとってもすごい新しいがん治療法が開発されたのに、製薬会社さんのせいで多くの患者さんが受けられないという困った状況なのだ。アムステルダムの病院の先生たちがね、普通は手術の後に行う免疫療法、手術の前にする方法を考え出したのだ。そうしたら、少ないお薬で多くのがん患者さんを治せるようになったのだ。進行した結腸がんの患者さんでは、ほとんど全員の腫瘍が消えちゃって、3年経っても元気な人がたくさんいるのだ。皮膚がんでも、お薬を使う期間が短くて済むのに、とってもよく治る結果が出たのだ。この治療法は、従来の治療だと1年くらいかかるのが、たった4週間で済むのだ。副作用も少なくて、費用も安くできるから、患者さんにとってもすごく良いことなのだ。オンコロジストのミリアム・チャラビ先生も、みんなにこの良い治療を届けたいって言っているのだ。でも、この素晴らしい治療をヨーロッパ中で広めるためには、欧州医薬品庁 EMA の承認が必要なのだ。そして、その申請ができるのは、薬のライセンスを持っているアメリカの製薬会社、ブリストル、マイヤーズ、スクイブ、BMS さんだけなのだ。困ったことに、BMS さんは今まで申請を絶っていたのだ。先生たちは、治療期間が短くなると、売れる薬の量が減っちゃうから、会社としてお金のことが心配なので張って考えているのだ。クリスチャン・ブランク先生のメラノーマの研究でも、似たような協力拒否があったらしいのだ。長い間みんなが頑張ってお願いした結果、BMS さんはやっと申請の準備中だって言ってくれたのだ。いつになるかはまだ教えてくれないけれど、少し希望が見えてきたのだ。その間にも、オランダ国内では国の保健機関の承認を得られたから、国内ではこの新しい治療を受けられるようになったのだ。アブエル病院のゲイブ・ソンケ先生は、良い治療があるのに、
製薬会社さんが協力してくれないと患者さんに届けられないのは残念なのだって言っているのだ。将来的には薬の特許が切れたら病院が自分たちで薬を作ってこの問題を解決することも考えているらしいのだ。みんなが早くこの治療を受けられるようになることをずんだもんも願っているのだ。皆さん、今日は魅力あふれるオランダの紹介から21年越しの逮捕劇、国際的な問題、コロナ情報、そして画期的ながん治療のニュースまで盛りだくさんだったのだ。良いことも考えさせられることもあったのだ。ずんだもんは自由と多様性を重んじるオランダの動向をこれからもみんなに伝えるのだ。また次の機会に会えるのを楽しみにしているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。